世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回は攻撃する時のエフェクトについて深掘りしていきたいと思います。エフェクトと一言で言ってもね、いろんなタイプのエフェクトがあると思うんですが、個人的には大きく分けて2つのタイプに分類できるかなと思います。1つ目が演出系のエフェクトですね。例えばこちらの剣戦エフェクト。通常攻撃を振った際に剣の軌跡をなぞるように表示される白色のエフェクトですね。ソウルシリーズの戦技なんかでは結構濃いめに表示されてたりしますよね。このエフェクトがあるだけで武器を振った時の手触りや爽快感がだいぶ変わってきたりします。あとはこちらのエネルギー系のエフェクト。メイを使用した時なんかに出てくる青白いオーラ系のエフェクトですね。こういった演出系のエフェクトは極端な話、最悪表示されていなくても戦闘が成り立つエフェクトになります。戦闘のルールには直接関与してこないエフェクトですね。とは言ってもこういった演出系エフェクトのクオリティの良し悪しによってゲーム画面のリッチさがね、天と地ほど変わってきますので、そういった意味ではとても大事なエフェクトになってきます。それとは対照的に戦闘ルールに直接関与してくるのが2つ目のタイプ、記号系のエフェクトです。代表的なのがセキロの危険攻撃エフェクトです。ガードすることができず特殊な対応を必要とされる強力な攻撃を敵キャラクターが放ってくる際に必ず表示されるこのエフェクト。危ないという漢字が1文字デカデカと赤文字で表示されます。これはある意味なんというか開き直ってると言いますか、その手があったかと思ってしまうような素晴らしいエフェクトだと思います。視認性の良さも抜群ですし、忍び、和風といった世界観にもマッチしています。また漢字という言語そのものが持つ1文字で複雑な意味を示唆してくる性質もうまく利用できているなと思います。今回はこのセキロの危険攻撃エフェクトのような戦闘ルールに直接関わってくる記号系のエフェクトを新しく2つほどね、千罰に追加したので、そちらを皆さんにご紹介していきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。その2つのエフェクトがこちら。青色と赤色のフラッシュタイプのエフェクトです。スマブラでスマッシュ攻撃をするときに出てくるあのエフェクトと似てるかもしれません。それぞれ青色が側撃、赤色が銃撃に対応しています。赤色の銃撃エフェクトに関しては銃撃を振る際に毎回必ず表示されるんですが、青色の側撃エフェクトの方は表示される場合と表示されない場合に分かれます。これはどういった違いがあるのかというと、その攻撃モーションがチェインしているのかどうか。千罰ではプレイヤーがコンボのルートを任意で選択できるという仕組みがあります。攻撃前に左スティックを倒している方向から自由に攻撃を出すことができるというシステムですね。このおかげでプレイヤーは自由自在にコンボルートを構築することができます。その中でも相性の良い攻撃同士をつないだ際にチェインが発生します。チェインというのはつまり1段目の攻撃を当てた際に2段目の攻撃も確定するという意味ですね。一応言っておくとガードした場合はその限りではありません。先ほどの青い光はまさにこのチェインルートをプレイヤーが選択した際に発生する光だったわけですね。ここで一例を挙げておくと、刀の場合は切り上げ攻撃がチェインの起点になっています。何らかの攻撃でキャラクターの重心が下にある状態で切り上げ攻撃を入力することによってチェインが発生します。切り上げた後はさらに重心が左右のどちらかに移るわけですが、左の場合は突き、右の場合はなぎといった風にそれぞれのルートへチェインすることが可能です。このように各種武器にはチェインの起点となるモーションが存在します。斧の場合は切り下ろし攻撃、剣の場合はなぎ払い攻撃がそれにあたります。このルートの違いがそれぞれの個性を際立たせることにつながりますし、製品版では流派というシステムも採用する予定なので、さらに深みを持たせることができそうですよね。例えば次元流の刀は上段攻撃でめちゃくちゃチェインをつなげてくるとか、そんな感じのイメージです。さて、ここで記号系エフェクトの件に話を戻すんですが、セキロの危険攻撃エフェクトと千罰のチェインエフェクトには決定的な大きな違いが一つあります。それって何だかわかりますか？正解は見てから反応できるかどうかです。具体的な話をすると、チェインエフェクトは攻撃判定が発生する2フレーム前に発生するようになっています。この2フレ前の光を見てから反応できるという人は少なくともこの星にはいないと思うので、チェインエフェクトを見てから対応できる人は存在しないと断言させてもらうんですが、
そもそもこれって1段目の攻撃がヒットしていた場合は2段目の攻撃も確定でヒットしてしまうので、たとえ見てから反応できるとしても意味がないですよね。どちらかというとこのチェインエフェクトは後に活かすことを想定して作られています。なんならチェインを食らった後に気づいてもいいんですよね。あれ、なんかさっき食らったコンボ相手の手元が光ってたな。そうか、あれはチェイン攻撃なんだな。次の切り結びではあのルートに注意しようといった風に、たとえ見てから反応できないタイミングであったとしてもエフェクトが存在するだけで戦闘に大きな影響を与えてくれることもあります。同様に今回追加したもう一種のエフェクト、銃撃を示す赤色の光も実は見てからは反応できないタイミングで光らせています。銃撃はガードをすると大量にスタミナを失ってしまいますし、スタミナがゼロになるとガードブレイクにもつながってしまうので、できればガードではなく回避でいなしたいところなんですが、ただ単にシステマチックに光の色を見て回避ボタンを押すだけだと味気ないですよね。赤炉でも危険エフェクトに反応するだけではダメで、その後に来る下段か月かの2択に正解しなければなりません。相手のモーションの動き出しをしっかりと見た上で適切なボタンを押す。ジャスト回避が決まり、その上でまるで答え合わせかのように赤色の光が目に飛び込んでくる。これこそがめちゃくちゃ気持ちのいい瞬間なんじゃないかなと個人的には思うんですよね。要はゲージや UI とにらめっこするよりも敵キャラクターの動きそのものをめでたいなという、そんなハイタカの個人的な趣味思考のお話でした。それでは Steam の方でね、体験版配布予定なので、ウィッシュリストに登録してお待ちいただけると幸いです。今回のお話に意見、感想などありましたらコメント欄へどしどしお願いします。それではこの辺で失礼します。お疲れ様でした。